ろしくお願いしはい、お願いしまます。す。そうですね、ゲームずっとやってきたりとか漫画ずっと読んできたりとかして、楽しいことをずっとやってて、そもそもあんまり家と学校に居場所がなかったんで、ゲームとかで自分の世界にずっと入ってて、高校ではちょっと引きこもって2年ぐらい世に出ない時期とかもあったりして、でもそういうのを経て1819ぐらいで社会復帰して、そこからバイトで出会った同僚に声優やってみたらって目指してみたらって言われて、声優になったらそうか、自分が好きな作品とか漫画とかそのゲームとかでこうやってられる可能性あるんだっていうので夢があるなと思って飛び込んで、そこから気がついたらもう声優活動十何年かしてたみたいな感じの人生ですね。だから別にその不幸自慢とかは別にするのじゃないですけど、昔はだからあんまり楽しい人生ではなかったんだろうけど、今だからいい感じに前に向けてるのかなって気はします。はい。今楽しい。今はそうですね、昔に比べれば全然楽しいと思います。思うところももちろんいっぱいあるけど、でもそういうもんだと思うし、みんな。うーん、やっぱやりたいことちゃんとやっていきたいなってのはすごい思うし、我慢というか自分で無理をしていることがすごいあったんで、前までは。特に今の仕事始めてからもなんかこうじゃなくちゃいけないんだろうなとか、求められてるのはこうだからこうしなくちゃいけないんだとかっていう、その何々じゃなくちゃいけないっていうのが結構自分の中に多かったのが、意外とある程度年齢重ねたりキャリア積んだりしてから、それって別にそんなに必要なかったのかもとか、なんか肩肘張ってたなってのをすごい感じてるんで、これからはもうちょっと自由に自分のやりたいことをやったりとか、あとはできるだけ必ず毎日じゃなくてもいいけど、思いたいって思ってることは、今日の自分が今一番最高だなっていうのはなるべく更新していきたいですね。本当に0.0001% でもいいけど、なんかもうだからちょっとだけ、例えばそのダイエットしたいなって時とかにも、なんか昨日はお米 100g とか 200g 食べたのを今日はなんか 95g ぐらいにした気がするみたいなとか、なんか予想量をちょっと減らしたのが偉いとか、本当にそんなレベルでもいいんですけど、なんか常にだから今の自分が最高、今の自分が一番いいっていう、その仮にたくさん食べたとしてもそれをそういう風に捉えられるなんかマインドでいたいなっていう、なんかこれからですね。なんだろう、でもまっすぐに生きてる気はします、多分。なんかまっすぐに生きてきたからこそ結構いろいろぶつかっちゃうこととか、そのなんか喧嘩するっていうか揉めるようなことも結構その今の仕事始めてからもありましたけど、でも結果的にそれを続けてきたから今多分この立ち位置まで来られたっていうか、その分やっぱ変わらない悩みとかもありますけど、でもやっぱそれが自分の壊しちゃいけない部分だなってのは感じたりもしてるんで、これからもまっすぐではいたいなと思うし、そこは変えずにいたいですね。あとはゲームがずっと好きな気持ちは忘れずにいたいですね。おじいちゃんになった時に孫とゲームしたいです。そうだな、エールか。折れることとかって本当に無限にあると思うんですよ。むしろ折られることの方が多いと思うんですよ。折れることもそうだけど、でも折られちゃったとしてももう一回段階折られても別に問題はないんですよね。結果がそこに自分が行きたい場所がちゃんと見えてるんであれば、なんかとりあえず頑張るっていう感覚さえなくして、何のために頑張ってるとか何がしたいのかっていうのがすごい見えてくれば、絶対なんか進むパワーってちょっとずつ湧いてくるはずだし、そこに近づいていけるとは思うんで、叶えたいものがあるんだったら、ざっくりこうなりたいああなりたいとかじゃなくて、ちゃんとそこまでの道筋を立てていければ、特にクリエイティブな仕事だったらゴールはやっぱ見えてると思うんで、それがなんかその絵を描きたいだったら絵を描くことが目標なのか、絵を描いてお金を稼ぐことが目標なのかで全然違うと思うんで、その上手くなる方だったら絶対叶えられるんですよ。お金を稼ぐってなるとまたそれと特殊な手段とかなんか運とかももちろん必要になっちゃうけど、なんかそれだけじゃないと思うし、
本当に叶えたいことがあるんだったら頑張ってっていう、その頑張るって簡単な言葉ですけど、その頑張り方もすごいちゃんと具体性を持ってやってればやっていけるし、折られても折れない気持ちがあれば絶対なんとかなるはずだし、自分がそう思ってやってきて今なんとかなってきたんで、まあ一例ですけど、なんか折れずに頑張ってほしいなって思います、本当に。